はいどうもこんにちは、ともにと申します。現在私は福岡県にある小倉駅に訪れております。船旅がお好きな方にとってはもはや外せない駅ですね。通常の在来線の他にも新幹線やモノレールにも乗車することができるとても大きな駅です。さて、そんな駅からスタートする今回の船旅では、名門太陽フェリーの大阪2に乗船。この大阪2の2の部分、読み方が2なのか2なのか調べてもわからなかったのですが、ご存知の方いらっしゃいましたらコメントにて教えていただけるととても嬉しいです。そんな大阪2に乗船して、新門司港から大阪府にある大阪南港までおよそ 420km、 約13時間の船旅となります。ということで早速船が出港している新門司港まで向かっていきましょう。新門司港まではここ小倉駅から無料のシャトルバスが運行しておりますので、バスが出発している北口へ向かいます。駅のすぐ近くにはこのように新門司港行きのバスの案内がありますが、こちらの看板の先は東京九州フェリーと阪急フェリーが出港するまた違った新門司港行きのバス停です。初めてのフェリー旅の方にとっては少し分かりにくいですよね。今回私が乗船する名門太陽フェリーの新門司港行きのバスは、駅の北口を出たところから左のエスカレーターに乗った先の少し広めのロータリーからの出発となっております。ロータリーで待ち始めてからおよそ5分後、名門太陽フェリーのシャトルバスが到着しました。バスの出発時刻は15時40分を予定しておりますので、出発のおよそ10分前の到着です。私の他にもかなり多くの人がロータリーで待っていましたので、この人数バスに乗車できるのかとも思いましたが、どうやらこのバスの他にももう1台名門太陽フェリーのバスも運行しているようです。バスが2台あるにもかかわらず、座席はほぼ満席の状態で、名門太陽フェリーがいかに人気なのか伝わってきますね。ということで定刻の15時40分、無事に新門司港に向けてバスが出発。窓から見える景色を楽しみながら新門司港までおよそ40分のバス旅です。さあ行くぞ。あっという間に新門司港フェリーターミナルに到着です。バスを降りると潮の香りって言うんですかね。港ならではのちょっとした空気を感じます。それではターミナルの中に入る前に、すぐ後ろに見えている大阪2を見に行きましょう。ということで改めて、こちらが本日乗船する名門太陽フェリーの大阪2の姿です。船のスペックはこんな感じ。三菱重工業下関造船所で建造され、2015年9月16日に就航した船となります。船内は瀬戸内海の自然をイメージしたナチュラルトーンをコンセプトとしてデザインされました。ということで船の外観も十分に堪能したところで、フェリーターミナルの中に入っていきましょう。中に入ってみると、1階は乗船手続きをするための
受付カウンターとなっているみたいですね。とはいえ、私は文明の利器 QR コードを使いこなしておりますので、今回の船旅では乗船手続きは必要ありません。エスカレーターを登って待合所に移動してみると、どうやらすでに乗船が始まっているようです。ということで、短めの連絡橋を渡って名門太陽フェリーの大阪2、いざ乗船です。乗船した場所は6階と7階が吹き抜けになっているエントランスホール。先ほどご紹介をしました通り、ナチュラルトーンのデザインがとてもいい感じですね。ちなみに乗船直後のためか、船内は結構混雑していました。ということで、まずは本日利用させていただくお部屋に行ってみましょう。と言っても本日のお部屋はエントランスホールのすぐ近くにあるこちらの C2 というお部屋となります。早速中に入ってみましょう。本日利用させていただくお部屋はエコノミー。すでにお気づきの方もいるかと思いますが、この船最安値のお部屋となります。気になるお値段は大人1人当たり5700円。福岡から大阪の交通費込みと考えると、とても破格なお値段じゃないでしょうか。そんな最安値の大部屋の一番端のスペース、こちらの1というスペースを利用させていただきます。それでは恒例の部屋紹介行ってみましょう。枕は見ての通り厚めなタイプですが、かなりふかふかなため少し好みは分かれそうな気がしますね。掛け布団は少しつかみにくいくらい薄めなものですね。逆に掛け布団はふかふかなのがちょっと面白い。スペースの上部分は荷物入れとなっており、私が愛用している40リットルのリュックサックがこのように楽々収まるくらい広めな作りとなっております。もちろんコンセントもありますので、その点もご安心ください。それではパパッとベッドメイキングをしてしまいましょう。はい、無事にベッドメイキング完了です。シーツは最初からセットされていますので、その点はとても楽でありがたかったのですが、やはり敷布団の薄さは値段相応といった感じですかね。とはいえ、先に結果をお伝えしてしまうと、個人的にはぐっすり眠ることができて、翌日の腰の痛みなどもありませんでした。実際に寝っ転がった時の景色はこんな感じ。新型コロナウイルスの対策が残っており、隣のスペースとはこのように透明なカーテンで仕切られております。その他の大部屋の設備はゴミ箱と着替えたい時に便利な更衣室といったところでしょうか。ちなみに更衣室の中はこんな感じ。結構立派ですよね。ということで、お部屋の紹介もこれにて完了。そろそろ出港の時間となりますので、7階の船尾側にある展望デッキに行ってみましょう。さあ行くぞ。ということで、7階の展望デッキに到着しました。この大阪2は全長183メートルと大型フェリーではあるものの、最大級とはいかない大きさのフェリーですが、それにしてはとても大きな展望デッキで、ちょっとした鬼ごっこくらいならできてしまいそうです。今いるこの場所は7階ですが、8階へ移動することも
できるようになっておりますので、階段を上って8階へ行ってみましょう。8階は7階ほどとはいかないものの、それでもかなりの広さがあり、中央にある赤いファンネルの迫力も倍増です。それでは船の最上階であるこの8階で出港の時間を待つことにしましょう。定刻通り大阪通は新門司港を出港しました。港に停泊していた船がゆっくりと岸壁を離れていきます。展望デッキに立っていると、心地よい潮風とともにエンジンの低い振動が体に伝わってきます。この出港する瞬間の体験は何事にも代え難い特別なひとときですね。この日の乗船客はとても多かったので、出港の時の展望デッキもかなり混雑するかなと心配していたのですが、実際に出港をする瞬間はあまり展望デッキには人はいませんでしたね。展望デッキに人が少なかった理由、その理由の答えはすぐ後ほどわかることになりますので、皆様もちょっとばかしお考えくださいませ。ということで、出港の時間を存分に楽しんだところで、一旦船内に戻っていきましょう。ということで、エントランスホールに戻ってきました。出港の時、展望デッキに人が少なかった理由ですが、おそらくこの光景が答えですね。出港時間である夕方5時は船内レストランの営業開始時刻でしたので、とても多くの人がレストランに並んでいました。私はまだあまりお腹が空いていませんでしたので、一度自分の部屋に戻ってみると、最安値の大部屋にもかかわらず誰もいませんでした。つまりこの広い大部屋を実質貸し切り状態で利用できるということです。これこそ最高の最安値マジック。以前オーシャン東急フェリーに乗船した際も、今回と同じように実質大部屋の貸し切り状態を経験したことがあるのですが、今回の船旅は他の乗船客が多い分、さらに喜びが大きいですね。まさに奇跡とも言える状態じゃないでしょうか。これだから貧乏旅はやめられないですね。ということで、想定外の喜びをかみしめつつ部屋でリラックスしていきましょう。さて、やってきたのはエントランスホールにある売店。先ほどまで多くの人が利用していたのですが、たまたま人が少ないタイミングでしたので、売店を散策してみましょう。売店では船旅中に楽しむことができる通常のお菓子類や、出発地である福岡のお土産、到着地である大阪のお土産、その他にもカップラーメンやふとした時に欲しくなる日用品、美味しそうなアイスクリームやソフトドリンク、アルコール類も販売しております。売店の入り口にあるワゴンでは、みんな大好き麺べいや名門太陽フェリーのオリジナルグッズが販売されていました。ということで、私ともにが初めて乗る船では必ず購入している5000円を購入しました。船名が金色で描かれていて、豪華な装飾が目を引きます。名門太陽フェリーの5000円は花があっていいですよね。そのまま
売店の横にある受付でのんびり滞在の申し込みをしてしまいましょう。のんびり滞在とは徒歩の乗船客限定ではありますが、大阪南港に到着後朝7時までは船内で滞在することができる制度です。なお申し込みは乗船後の19時30分までとなっておりますので、申し込みを予定している方は早めに対応をしておきましょう。ちなみにレストランを見てみると行列こそなくなっているものの、まだまだ混雑しているようですので、また後ほど訪れることにしましょう。さすがにこの時間になるとお腹も空いてきました。ということで待ちに待ったレストランへ。名門太陽フェリーの夕食は嬉しいビュッフェスタイル。料金は大人1人当たり2000円となっており、長距離フェリーの夕食ビュッフェとしては比較的リーズナブルな値段で楽しめるのも魅力の一つ。ピークタイムから時間をずらしたおかげか、簡単に座席を確保することができました。ということで早速料理を取りに行きましょう。リーズナブルとはいえ料理の品数が少ないかといえば決してそんなことはありません。ご飯のおかずになりそうな味の濃いめな料理はもちろん、前菜にぴったりなおかず、サラダのトッピングも豊富で健康もバッチリ。カツオのたたきもとても美味しそう。他にもフェリー旅といえば真っ先に思い浮かぶカレーや種類豊富なデザート類はもちろん、なんとうどんまで用意されていることに驚きが隠せませんね。もちろんドリンクバーもありますが、アルコールは別料金となっておりますのでご注意ください。ということでこちらが本日の夕食です。相変わらずビュッフェとなると取りすぎてしまいますね。大好きなカレーはもちろん野菜も取っておりますので実質カロリーゼロです。それでは大阪2の夕食ビュッフェいただきます。はい、ごちそうさまでした。お皿に山盛りになっていた料理があっという間にお腹の中に消えていってしまいました。さて、今まで数多くの食事シーンを見てくださっている視聴者の皆様にとってこの後の行動は丸分かりなことでしょう。そう、別腹のデザートのお時間です。ということでこちらが本日のデザート。おいおいともに映像になかったものがあるじゃないかとツッコミの声が聞こえてきましたが、この大阪2の夕食ビュッフェ、ソフトクリームが食べ放題なんです。これにはアイス好きのともにもにっこり。それではいただきます。はい、ごちそうさまでした。いやー、めちゃくちゃうまかったです。船の上で食事を楽しめるというだけでもかなり贅沢で非日常的な体験ですが、その食事がこれだけ美味しいものだと船旅全体の満足度が一気に向上しますね。さて、現在の時刻は夜の7時45分。せっかくなので先ほど出港の時間を楽しんだ7階の展望デッキに行ってみましょう。空には少し分厚い雲がかかっていましたが、ちょうど日没の時間帯だったようで、雲の切れ目からは綺麗なオレンジ色が見えていました。この明るい部分と暗い部分が交わる感じ、とても幻想的で個人的には
とても好みな景色です。風も気持ちよく過ごしやすい時間帯ですので、この贅沢な景色を楽しんでいきましょう。しばらく実質貸し切りのお部屋でリラックスしていましたが、そろそろ食事と並んで船旅の楽しみでもある大浴場に向かいましょう。大浴場は私が利用している部屋のすぐ隣、6階の前方通路にあります。入り口にある混雑がわかるモニターがとてもありがたい。ということで大浴場に入りますが、浴場内は撮影ができませんことをご了承くださいませ。それではいざ大浴場へ。さあ行くぞ。いやー、とても気持ちよかったですね。気になる大浴場の様子はこんな感じ。とても広い作りでかなり余裕がありました。また脱衣所もとても綺麗で清潔感があり、気持ちよくリラックスすることができました。現在の時刻は夜の9時50分。先ほどまでは多くの人で賑わっていたエントランスホールもいつの間にか少し静かになっていました。ということで遅くなってしまいましたが、大阪2の船内散策行ってみましょう。この大阪2の客室エリアは6階から8階。8階は展望デッキと客室のみとなっております。船内散策は6階エントランスホールからスタートしますが、売店はすでに営業を終了しておりました。そんな時に便利なのが隣にある自動販売機コーナー。通常のソフトドリンクやアルコール類はもちろん、船旅のお供でもあるカップヌードルも販売しています。また電子レンジもこのコーナーにあり、乗船直後は結構利用している方も多かった印象ですね。自動販売機コーナーを船尾側へ歩いていくと、見えてきたのは景色を楽しむことができるプロムナード。いつもはとても混雑しているのですが、この時間になるとさすがに空席もありました。続いて売店を挟んだ反対側へ。見えてきたのは子供が楽しめるキッズコーナー。靴を脱いで遊べる空間が広がっていますので、お子様連れの方も安心です。続いてやってきたのはテレビラウンジ。文字通りテレビを楽しむことができるスペースです。6階の他の設備は先ほど存分に楽しんだレストランと客室エリアの通路にある大浴場のほか、もはやフェリーにはおなじみのゲームコーナーがあります。非常に広い作りとなっており、スロットやクレーンゲームなど誰もが楽しめるラインナップです。それでは続いて7階へ移動しましょう。6階から吹き抜けになっているエントランスホールの7階部分はこんな感じ。7階は6階よりも客室の数が多くなっており、このように廊下にはずらりと主に個室の扉が並んでいます。それでは7階の主な設備をご紹介。7階にあるテレビラウンジは6階のものよりは若干小さめです。その隣には自動販売機コーナーと景色を楽しむことができる展望デッキの出入り口がありますが、やはりメインはこの展望ラウンジでしょう。ダウンライトで薄暗く照らされた展望ラウンジ。のんびり静かに夜景を満喫するのにぴったりです。ということで
7階の主な設備の紹介も終わりましたので、中央にある階段に向かいましょう。先ほどご紹介した通り、8階は展望デッキと客室のみとなっており、6階や7階とはまた少し違った雰囲気となっております。スイートルームやデラックスルーム、いつか泊まってやるぞという野望も生まれたところで、船内の散策もこれにて完了。大阪南港には明日の早朝5時半に到着となっておりますので、明日に備えて早めに休むことにしましょう。それでは今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。はい、おはようございます。なんとか寝坊せずに起床することができました。大阪南港の到着までおよそ30分ということもあるためか、船内は早朝にもかかわらず、思っていたよりも多くの人で賑わっています。それでは展望デッキに出てみましょう。見てください、この綺麗な朝焼け。ちょうど日が昇るタイミングだったためか、濃いオレンジ色の太陽が輝いています。私ともに普段はあまり早起きすることはないのですが、こんな素敵な景色が見れるのであれば、たまにする早起きもとてもいいものですね。すでに大阪南港の目前のためか、ガントリークレーンや倉庫など大規模な建造物と朝日の重なりがめちゃくちゃいい感じで、これぞまさに船旅の醍醐味って感じがしましたね。これから船は着岸に向け進んでいくのですが、せっかくなので今回の船旅を振り返るおしゃれなパートをお楽しみください。おしゃれなパート、略しておしゃパート、いかがでしたでしょうか。少しでも船旅の魅力をお伝えできていたらとても嬉しいです。ということで、無事に大阪南港に到着いたしました。現在の時刻は5時29分となりますので、定刻の5時30分にほぼぴったりです。この操船技術、すごすぎますよね。昨日、のんびり滞在を申し込んでおりますので、実際の下船はまだ先なのですが、船内に戻ってみると、エントランスホールは下船待ちの方でいっぱいでした。こんなに混雑している状況の中、最安値の大部屋を貸し切り状態で利用することができたのは、本当に珍しい体験をさせていただきましたね。あれだけ混雑していた船内もあっという間に静寂が訪れております。現在の時刻は5時55分なのですが、窓から少し気になるものが見えましたので、展望デッキに向かってみましょう。ということで、展望デッキにやってきたところ、隣のバースに大きなフェリーが到着していました。
この船は四国開発フェリー株式会社、通称オレンジフェリーのオレンジ大阪です。ここ大阪南港と愛媛県の東予港を結ぶフェリーで、私も以前乗船したことがあるのですが、豪華な内装と居心地のいい空間が広がっていて、この船で日本一周とかしたいなと思えるくらい素晴らしい船でした。さて、私の下船時間まではおよそ1時間ほど。それまで少しばかり部屋で休むことにしましょう。あっという間に下船の時間になりました。私を含め多くの人がのんびり滞在をしていたようですが、さすがに先ほどの混雑具合には及びませんね。ということで、他の方と一緒に下船しましょう。美味しい食事に綺麗な景色、そして貸し切りの大部屋、めちゃくちゃ楽しい船旅でした。少し長めの連絡橋を渡ってターミナルに到着。ちなみにここ大阪南港からはユニバーサル・スタジオ・ジャパンや大阪万博の会場までバスが出発していますので、そういった観光地へのアクセスも抜群です。荷物が多い方にとってはとてもありがたいコインロッカーがあるのも嬉しいポイント。また最寄り駅もすぐ近くの場所にありますので、このまま歩いて向かっていきましょう。ということで、今回の船旅はここまでとなります。このチャンネルでは毎週金曜日に船旅をメインとしたちょっと非日常な旅の魅力を紹介する動画を投稿しておりますので、よろしければチャンネル登録や高評価、コメントをしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。